こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第5回。四則演算と複合代入演算子について紹介します。Python で数の計算に用いる演算子を示します。加算、足し算はプラスを用いて2つの値を足し合わせます。減算、引き算はマイナスを用いて値を引き算します。乗算、掛け算はアスタリスクを使用します。除算、割り算はスラッシュを使用して2つの値を割り算します。乗与、割り算の余りを求める場合はパーセントを使用します。べき乗はアスタリスクを2つ並べて使用します。切り捨て除算、小を切り捨てて整数にする場合はスラッシュスラッシュと書きます。こちらに四則演算子の使用例を示しています。この例では2行目でプラス記号を使用し足し算を、6行目はマイナス記号を使用し引き算を、10行目はアスタリスク記号を使用して掛け算を行った例を示しています。こちらも四則演算子を使用して計算を行った例を示します。割り算はスラッシュ記号を使用し10スラッシュ2のように書きます。余りを求めるには18行のようにパーセント演算子を使用して10%3 のように記入し、結果として1を求めることができます。べき乗はアスタリスクを2つ用いて計算します。22行目のように2の3乗は2アスタリスク3と書きます。切り捨て除算の場合は26行目のように10スラッシュスラッシュ3のように書きます。すると割り算した結果の整数部分3だけを取り出すことができます。演算子には計算の優先順位があります。優先順位が高い演算子ほど優先順位が低い演算子より先に評価され計算されます。優先順位の一番高いものは括弧の中が最初に計算されます。次にべき乗。次は単項プラス単項マイナスです。単項プラスは数値の前につけても値は変わりません。プラスは主にコードの可読性を向上させるために使用されます。単項マイナスは数値の前につけるとその数値の符号を反転させます。正の数は負の数に、負の数は正の数になります。そして4番目が乗算アスタリスク、除算スラッシュ、切り捨て除算スラッシュスラッシュ、乗与パーセントとなります。優先順位が一番低いのが加算プラスと減算マイナスとなります。演算子の優先順位の使用例を見ていきましょう。2行目の例では括弧の中の1プラス2が計算され、結果の3と次のアスタリスク3を計算し9となります。括弧の次に優先順位が高いのはべき乗です。6行目の例では2アスタリスク3が計算され8となり、それにアスタリスク4で32となります。その次の優先順位は掛け算と割り算となります。10行目のように優先順位が同じ場合には左より右に計算を進めます。10行目では10スラッシュ2の結果5アスタリスク3で15を得ます。一番優先順位の低いのは足し算と引き算となります。こちらも優先順位が同じであれば左から右への計算となります。14行目では5プラス2の結果7よりマイナス1して6を得ます。演算子の優先順位でより複雑な例を示します。この例では最初にべき乗が優先され3の2乗が計算され9となります。次に乗算の2アスタリスク9を実行し18となります。また乗算と同列の優先順位である除算4スラッシュ2を実行し2が求まります。これで掛け算割り算の計算が終わりましたので、優先順位の一番低い足し算と引き算の計算となり、10プラス 18-2 で26が得られます。次に代入演算子について説明します。代入演算子は変数に値を代入するために使用されます。最も基本的な代入演算子はイコールを用います。このイコール演算子を使用すると右辺の内容を左辺に代入することができます。この例では右辺の10を変数左辺の x に代入した例を示しています。2行は x のみ書いていますが、最終行に変数名のみを書いた場合はプリント x と同じ扱いとなり、
変数 x の内容を表示します。代入演算子と似た用語として、複合代入演算子という言葉があります。これは演算と代入を組み合わせたものです。例えば、プラスイコールは加算と代入を組み合わせたものです。こちらのプログラム例では、x プラスイコール5と書いていますが、この意味は、x イコール x プラス5現時点の x に5を足し、それを新たな x とすると同じ意味となります。複合代入演算子の種類には、スライドのようないろいろな種類があります。加算代入を行う場合は、プラスイコール。減算代入の場合は、マイナスイコールのようにして使用します。こちらに複合代入演算子の使用例を示しておきます。1行目で x に10を代入し、3行目で x プラスイコール5と書けば、現在の x の値10に5を足した結果15を x に代入することとなります。そして5行目の x マイナスイコール3は、現在の x15 より3を引いて12となります。以下、同様に計算していきます。複合代入演算子を使った例として、1から10までの合計を求めるプログラムを作成しました。このプログラムについての解説を行います。1行目のトータルイコール0で、合計を格納する変数トータルを0で初期化します。次に、i イコール1で、カウンター変数 i を1で初期化します。4行目のホワイル i 小なりイコール10で、i が10以下の間ループを続けます。ループ内では、トータルプラスイコール i で現在の数値 i をトータルに加算します。6行目の i プラスイコール1で、カウンター変数 i を1増やします。8行目でループが終了したら、プリントトータルで合計を出力します。先ほど出てきたホワイル文の構文を解説します。ホワイルキーワードは、ループの開始を示します。条件式は、ループを続けるための条件を記述します。この条件式がtrue真、条件式が成立している場合である限り、ループ内の文が繰り返し実行されます。また条件文の後にはコロンをつけます。ホワイルループ内で実行する文は、複数記述することができます。これらの文は、インデント通常はスペース4つによってホワイル文に属することを示します。ホワイル文の実行は、まず、条件式が評価されます。そして条件式が true であれば、ループ内の文が実行されます。ループ内の文の実行が完了すると、再び条件式が評価されます。条件式が true であれば、ループ内の文が再び実行されます。条件式が false ぎ、条件式が成立しない場合になると、ループが終了し、ホワイル文の次の文に制御が移ります。右のプログラム例について説明します。この例では、カウントが5未満である限りループが続きます。ループ内では、カウントの値が出力され、カウントに1が加算されます。ホワイル文での注意点は、条件式が常に true である場合、無限ループが発生します。そのため無限ループを避けるためには、ループ内で条件式が false になるように処理を記述する必要があります。またループ内の文が実行されなくても、条件式は毎回評価されます。複合代入演算子の使用例をもう一つ示します。このプログラムでは、インプット関数を使用して入力した値を合計するものです。最初に、トータルイコール0で、合計を格納する変数トータルを0で初期化します。次に、ホワイルtrueで無限ループを開始します。4行目のユーザーアンダーラインインプットイコールインプットで、ユーザーからの入力を取得します。6行目の if ユーザーアンダーラインインプット .row イコール一重引用符9一重引用符で、ユーザーが9を入力したかどうかをチェックします。9が入力された場合は、ブレイク文でループを終了します。9行目の try-except ブロックで、入力を数値に変換しようとします。変換に失敗した場合は、バリューエラーが発生した場合、エラーメッセージを出力します。10行目の number イコール flow chooser アンダーラインインプットで入力を数値に変換します。変換に成功した場合は、11行目の total プラスイコール number で数値を合計に加算します。ループが終了したら、
15行目のプリント合計、トータルで合計を出力します。それでは、こちらのプログラムを実行してみましょう。インプット文により、このようなテキストボックスが表示されるので、数値を入れていきます。例えば、10を入力します。次は20。ここで、間違えて文字を入れたとします。すると、このように無効な入力です。と表示されます。それでは、30と入れてみましょう。そして最後は、文字の9を入力します。すると、このように合計値60が計算されます。